キャベツ。はい、それいいですか。唐揚げあるよ、お願いします。こっちが大。はい、チャーハンできた。はい。近代通りで一番うまいです。バリうまいです。うまいですか。超うまいですね。これ。ございます。はい、せやった。はい、でお待ちの方。これよね。いろんな具材入るんです。入ります入ります。ご飯は何合ぐらい炊くんですか。4升を15個すごい。で午前中でなくなります。そこ段取りできたら言うたってな。何キロぐらいになるの。昨日も鳥200以上来てます。もう全部でどうやら800とか。これぐらいかな。皆さん喜ぶ。私バレるの。お米やってくれるかな。あと1回洗います。
一発だけ。カラドン。完成品。いや、これ。これ。自家製のチー油です。またこれも素揚げ。素揚げ。親鳥の油仕入れてるんですよ。やっぱり全然違いますからね。香りが。すぐ油なくなる。もうあれやわ。横向けたから。要やペーペーのあれないからへんね。横向けて売ってるやん。ペーペーのあれはないね。これうまいやろ。がね、ふわふわ卵の上に乗ったらめちゃくちゃ美味しいんですよ。味はもうご主人が。そうですね。これが塩味で美味しいんですよ。あっさりしてて、うちのは。こうでんぷんの効き目が悪かったらようで不安。ちょっと
カルビと鶏塩でお願いします。はい、カルビ。お待たせしました。ありがとうございます。はい、鶏塩。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。入学式の時に、はいせいやさんとナダルさんが向こうの開店オープンに来てくださってて、それで1位が鶏塩レモン丼って聞いて食べたらもう続婚って感じでした。めっちゃ美味しかったです。あ、ウーバーなんですか。これ。まあ、余大です。っていうね。すみません、まかないですか。そうです。甘辛唐揚げ丼っぽいですね。いっぱい食べるんですね。はフライパンこうぬくめるじゃないですか。よくぬくめて急激に冷やすんですよ。テフロン加工みたいな感じになってもうひっつかなくなります。でもちょっとこれでほらワックスかかったみたいなんでワックスかかったみたいな。はい、大で、チャーハン大です。コーラ、大です。持ち帰りなんで油極力少なめにして卵をこうよく焼いて白身から香ばしさが出るから香ばしさ出してからご飯入れて油はできるだけ少なめで。
塩やね。でこれがもう合わせてあるんですよ。全部調味料。もう胡椒も全部入れてます。で、っていうね。でこれ醤油、チャーシューのタレかな。でもうひっくり返してちょっと置いとく。はい、出来上がり。お米に卵がかぶってない。その方が時間経った時に食べたら。電話でも12時から12時半5名です。こっちが大。はい、チャーハンできた。ご注文まだの方どうぞ。あ、まだ大々。まだの大々でなくて、まだ大々です。380円です。チャーハン大と並です。はい。甘辛大々です。2個ぐらい持って。89番の方。大々お願いしました。はい、470円です。牛カルビのライスだ。甘キャベじゃなくて、2つとも。はい、お待たせしました。はい、すみません、お待たせしました。お味どうですか？美味しいです。何を注文しはったんですか？牛カルビ丼。牛カルビ丼。じゃあこれが甘辛丼。僕からしか食べたことない。はい、お願いします。
124番でお待ちの方。はい、お待たせしました。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待たせしました。どうぞ。ありがとうございます。先見に取ったから今。もう今。鶏塩を通ってる。あ、はい。波1個ですか。当たります。はい。お待たせしました。はい、ありがとうございます。前に行こう。取ったよ。115番の方。
もうそれって決まってるの。ああ、そうか。これ以上でかいのはないんだ。でかいカンカン。あるかもしれないですね。 53番の方。はい、上だけです。上の段ちょっと。熱いで絶対。そうだな。はい。なんかお母さんいるからな。おい恥ずかしい。下置いた方が。まだいる？卵のやつ。キャベツ、キャベツ。恥ずかしいです。お母さん元気言うといて。はい、どうぞ。はい、いくらですか？940円。僕やります。何日ぐらいかかります？はーい。番号お願いします。はーい。ただどうぞ。サルビジョンの大体はい、天津飯お待たせしました。どうぞ。ありがとうございます。鶏塩レモン丼一つ。はい、470円です。塩レモンはい、470円です。ありがとうございます。終わりました。どうぞ。はい。唐揚げあるよ。甘辛大生姜なしマヨ大です。ちょっと今日のカルビの量とか見たってや。はい。カルビ大。はい。カルビ大お待たせしました。520円です。チャーハン大通りました。はい、チャーハン大合計2つで。これ大。第2度。はい。990円です。チャーハン第2個です。はい、お待たせしました。ありがとうございます。
やめてた。はい、380円です。ありがとうございます。ご注文まだの方、ありがとうございます。どうぞ。カルビ並2で。カルビ2つ。はい、100円のお返しです。ありがとうございます。はい、天津飯です。熊に合計2つね。熊に合計2つ。ありがとうございます。どうぞ。はい、ありがとうございます。鶏塩大々通りました。ゆかりぐらいジェラードン1つお願いします。はい、どうぞ。ジェラードン通りました。甘辛丼2個ください。甘辛丼2つ。はいカルビ470円、体の380円で。お決まりの方がどうぞ。甘辛470円。ありがとうございます。鶏1つ。カルビ470円です。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、380円です。はい、サラダ。はい、ありがとうございます。どうぞ。鶏小大大。鶏小大大。はい。はい、まずこれカラバン蓋閉めて大。カラ丼大々でお待ちの方、530円です。ありがとうございます。どうぞ。はい、470円です。何様？はい、少ないです。はい、まずこれカラバン蓋閉めて。何ご注文されたんですか？全員鶏小。全員同じの。よく来られるんですか？はい、週2、3回です。週2、3回。はいお味いかがですか？めっちゃうまいですね、これ。このマヨネーズがもう、ほんまにこれがもういいですよ。まあ、この卵とネギとなんかこのキャベツみたいなのがもう合わさって、まあ、いい味してるっす。チキンレードルで一番うまいです。バリうまいです。うまいですか？これですね。
一応油取ってくれてんねんな。いくら中谷さん。これ粗塩、もう適当やねこれ。大体。もう何分？でも炊き込み。でもこれで一瞬満たしてもう一晩つけたら出てるから。あ、いたいた。そうだした。でも紙貼っとったで。紙貼っ。もともと始まりはね、焼きそばとお好みのお店で始まったんですよ、一番最初。27年前ですね、1997年。前からちょっとご飯を売らんとあかんかな思って、ほんで試食をちょっと米を学生に食べさせたかったから、ほんでまあちょっと丼に切り替えていって、27年もやってるんで、その職員さんも全部学生時代からのお客さんなんですよ。職員さんに学校に入れてやとか言ってたんですけど、まさか入るとは思ってなかったです。ちょうどその時に金田屋さんがそういう話があったんで、息子もゆくゆくはやろうと思ってたんですよ。でちょうどよかった。今ほんで息子が店長が E キャンパスの店長でやってます。はい。一緒にやってもらって、僕もそれで安心ですね。僕のないもん全部あるんです。だからちょっと僕はちょっとだいぶ楽になりました。焼きまんっていうので割とみんなこうなんでですかっていうこと聞かれるんですよ。で大体みんな勝手に想像しててくださいって言うてよ。本当はウルトラマンのマン、焼く人みたいな感じのマンのマン。15
唐揚げ定食大盛りやね。お答えてください。本当に美味しい。鶏の唐揚げ定食が一番好きで。めちゃくちゃうまい。皮がパリパリ、中はモテモテ。世界丸見えに映った時ぐらい嬉しいよな。あ、そんなに。それぐらい。ランチだけでだいたい100食ぐらい、唐揚げだけで1日あたり鶏肉でいうと30キロぐらい仕込んだやつ置いといて、だいたい24時間漬け込んで柔らかくなる。噛んだ瞬間の食感がジューシーになる。入れてますね。いや、大丈夫です。中これぐらいの生ぐらいで温度が中上がらないように低い温度で上げていって、ほら、わかります？
間置いて余熱できっちり煮やすっていうやつやねんけど。母親が佐世保出身なんですよ。で子供の頃ずっと長崎の預けられてて、ちゃんぽんとか皿うどんとか売ってる理由っていうので子供の頃僕食べてたから、だからそれが懐かしくて好きやから売ってるっていう。でその時の食べた皿うどんってこんなんやったよねっていうのがどこ食べに行ってもないから、その当時だからこんな麺でこんなぐらいの細さでこのぐらいの食感になるようにって言ってこれ言って。次さ、5、オッケー。はい、4。はい、からで大盛りやね。大台なんでください。前から失礼いたします。お待たせしましたから。はい、大盛りの方は、はい、大台なんでください。はい、すいません、取れますか。ありがとうございます。すいません、失礼します。塩コショウとタレがあるので使ってください。タレから塩を溶いて小皿でどうぞ。失礼だね。はい、失礼です。ありがとうございます。失礼します。すいません、失礼しました。タレと塩コショウあるんで使ってください。すいません、1名様ご利用で長谷川でお願い。すいません、失礼します。タレと塩コショウあるんですか。はい、2名さん中どうぞ。次1名様奥から2番目のお席でお願いします。あるからレジ前にしております。
ライト普通テーブルでいきます。そのライトが3、4番入れてください。4番。はい、唐揚げ定食大盛りやね。お答えてください。もうまどろっこしくなくてすごい食べやすくて体力つけたいなっていう時は絶対ここに来てもうパーもいつも回ってますね。そうなんですね。本当に美味しい。いろいろあるんですけど鶏の唐揚げ定食が一番好きで。ありがとうございます。美味しいです。ボリューム満点で。二日酔いなんで。あ、ちょうどちょうどいい。唐揚げめっちゃ美味しいね。唐揚げ美味しいですね。唐揚げめっちゃ美味しいです。唐揚げとちゃんぽんと合わせて、最高っす。欲張りなんで。サラダに。 2番。春巻き。はい。春巻きね、これよ。ここで止めてください。棒4テーブル4が。はい、さあ。すいません、前から失礼します。お待たせしました。大盛りですね。はい、失礼します。おめでとうございます。めちゃくちゃうまいです。最高。最高すぎます。皮はパリパリ、中はもちもち。ここのからしとね、唐揚げのタレ、べっちゃべちゃにつけるのがうまい。もう5上げてやね。いや、5上げてない。3やで。15。春からが4番。全部テーブルです。はい。片手で上がるよ。はい、さい。
たヒロさん。押してない。押してない。押して。4分。3分半ぐらいでと思う。4分はちょっと待って。あれ、はい、失礼します。重たいのでお気をつけくださいね。ご飯ないで出すの？あ、出してない。あ、ご飯。はい、ご飯を形入れて。はい、わかります。ちょっとお待ちください。ビース開けるよ。あ、これじゃ殻が上がる。これで。このまま続けて皿をね。はい。これ開けるよ。でも。唐揚げね。こっちの唐揚げやね。ボール回しましょう。ありがとうございます。はいはい。あとハーフだ。13ピースやね。待つ。
つも大変お待たせしました。タイマー押して帰ってるしよ。空手5皿丼1あげてください。空手5皿丼。創業で言うたら60年ぐらいうちのおじいさんの代の時から太陽軒っていうのがあって、その当時は屋台でラーメンを引っ張ってる。でうちの親父の代で庄内って豊中の方ので中華屋さんやりだして、でそこの僕息子で生まれて、僕が高校行ってなかったからこっち側でお店しようっていうことで、お前一緒に手伝いっていうことでこっちで一緒にお店出したのが17歳の時で、そこから今に至る。
締め具合が最後に卵とったのを入れるんですけど、この締め具合が絶妙に仕上げるから一人に入れるので、そこを。仕上がります。落としちゃうとこ。いらっしゃいませ。これ食べるんやったらここでっていう感じ。辛いじゃなくてスパイスで味が好きっていう。前から失礼します。欧風カレー、東京のカレーもいろいろ食べましたけど、結構ここがもう一番ですかね。帰ってる間、時間が。で、まあ、そこまでやったら、
ブイヨンの方はもう水入れるからよし入りますね。2つで1個ライスで11時40分でよろしいですか。はい、お願いします。はい、作っときます。ありがとうございます。
まではもう土日日替わりそれで限定ばっかりやったんがロースカツカレーであったり厚切りであったりが結構まばらに出るような感じですか？まあ基本はでももう分かる日によって常連さんとかね結構やっぱ日替わりが多そうですね。常連さんなのと限定か日替わりや、あんまり長い間炊いたらいいと思うんじゃなくて、風味が飛ぶの、香りがどんどんスパイスが効いてるというよりもコクがオーブンカレーには必要ちゃうから、スパイスがいるよ。でうちはもう茶包みを使わないんで、その時のフルーツの出来で味がよく変わっちゃう、フレッシュにこだわったから入りますね。うまみがよいしょ。女王様っていう香りの女王様っていう意味合いがあって、で王様とか女王様という言葉が好きで、でこれでいいやっていうあと紅茶シナモンティーじゃなくてカルダモンティーとかで飲むのも好きやったからちょうどいい。いやこれでええわ。なんか最後にドットがついてるのはあれは占い師に見てもらったらドットつけないと自覚が悪い。へえ。そうで手に入れなさいそうそうカレー、はい、ありがとうございます。ご飯と両方大と、こだわりのチーズトッピング。2名で入れないんで、その後の1名案内します。カツです。あ、書きます。もう1枚入れとく。
厚切りカレーライスで。お待たせしました。ごめんなさい。牛肉厚切りライス代入してます。ライス半分で。はい、すいません。カツカレーの激辛のご飯半分です。お待たせしました。もうよくお店来られてるんですか？そうですね、家内といつもは来るんですけど、今日はちょっと一人で、スパイシーで、とっても辛いじゃなくて、スパイシーで、後味もいいのですけど、一番お気に入りのメニューってあったりしますか？やっぱりカツカレーですね、はい、カツも結構サクッと。そうですね、はい。はい、とんかつカレーです。お待たせしました。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。はい、お待たせしました。お酒日替わりライスルー大にしています。はい、お待たせしました。日替わりのチーズパイティングです。あ、お電話いただいた。ちょっとだけ待ってくださいね。失礼します。お待たせしました。前から失礼します。が3です。はい、厚切りに、カツが4です。厚切りが2で、釣りが1入ってます。
ません、長いことお待たせしました。牛肉厚切り。はい、ごめんなさい、お待たせしました。お店よく来られるんですか？いや、初めてです。商店街歩いてて、はいカレー食べたいなーってずっと歩いてきて、やっと見つけたんですか？やっと2回目もありそうですか？そう、隣の人が限定のやつとか、日替わりとか食べてたんで、まあそれも行きたいなと思いますけどね。エビで、ご注文何されたんですか？期間限定のエビの3匹入ったやつ、なんか結構辛さとかどうでした？いや全然大丈夫でしたピリ辛ぐらい？ピリ辛ぐらいでしたね、それ結構食べやすい感じの。そうですね、カレー食べるんやったらここでっていう感じ、美味しかったです。すいません、お待たせしました。ごめんなさい、牛肉厚切りカレーです。ライス大にしてます。お待たせしました。今日は牛肉厚切りカレーを。かなり柔らかそうそうですね、はい、めっちゃ柔らかくて食べやすかったです。腹持ちもめちゃめちゃ食べやすかったです。厚切り肉すごい柔らかそうですね。柔らかい、柔らかいどれぐらい炊くというか煮るんですか？うちはそんなには炊かない。2時間半ぐらい。でもあんなに柔らかく。そうそうそう。2時間半ぐらいで柔らかくなる厚みにして、さっと。よいしょ。ありがとうございます。毎度。こんなトロトロなるんですね。そう。これをやりすぎるともうボロボロなんだ。1100円です。こちらどうぞ。はい、1万円いただきます。ありがとうございます。おおきに。閉まった後に。お待たせしました。わさびカツライス大にしてます。生卵1つ。生卵1つ、はい。カレー2つにチーズとライス大で2500円です。はい、すみません、カレーとカツです。お待たせします。どうぞ。
毎度限定のズミです。ごめんなさいね。はい、お待たせしました。はい。限定のエビで。はい、ございます。まだ聞いてません。2名様ですか？はいよー、下げときまーす。じゃあ両方で後ろ行かせて。この辺りで仕事をするときは結構来たりはします。じゃあもう結構もうお店の方はよくご存知で。あ、そうですね。はい。いつも結構並んでるじゃないですか。はいはいはい。結構じゃあいつも並ぶんですか、その。3時前とかだったら空いてるかなと思って、そこを焦点絞って。なるほど。他のカレー屋さんとかとちょっと違うところとかってあったりしますか？こういうなんかちょっと欧風カレーみたいなカレー屋さんってあんまり行ったりはしないんで、ここぐらいかなと。結構揚げ物と合うような感じのカレーで、食べやすいと思います。欧風カレー他も食べたことあるんですけど、結構ここがもう一番ですかね。東京のカレーもいろいろ食べましたけど、結構欧風のジャンルやったら、ここ結構好き。ストフルーツやけど後半スパイスが効いてて、なんかバランスの取れた、カツはどうですか？カツなんかね、食べやすいんですよね。こう油が少ないというか、さっぱりしてあっさりして、カレーとめっちゃ合う。かなりもう一押しのお店なんですよ。いや、ほんまに本当お客さんにインタビューしてても、胃もたれとかしないってみんなおっしゃってましたけど、さっぱりで食べやすいって。カレーって胃もたれするから嫌やねんって年配の方が結構言ってはって、試作の時はもう全然油を取り除くからコクがなくて美味しくなかった。野菜のコクをアップしてもたれんように入りますよ。で、混ぜられる。そのカレー屋さんで修行をされてて。いや、俺ずっとレストラン、パンとかケーキも一応ウェディングケーキとかやってて、フランス料理とかやってたけど、あんまりちょっとセンスがなかったので、カレーだけが先輩とかにも楽しそうに作ってるで、気がつけば風邪ひいてしんどいカレー食べて、お腹減ってもカレーってるから、ほんならカレーやったら仕込みは大変やけど、あとはなんとかしてできるから。お待たせいたしました。ハンバーグカレー 150g ライス青森。
怖いな。はい。店の仕込みをしているのがうちだけです。うまそう。はい。本当にまあちょっとあれでしたら沸騰してからだいたい弱火で1時間半ぐらいですかね。はい。でお店オープンしたらこれを使えるっていう。泉カリーの創業者はこの煮込み筋に一番思いがある。はい。で私も個人的には一番美味しいのは煮込み筋カリーです。一口食べた時に美味しいと思うのは煮込み筋カリー。完成させてくれっていうのが創業者に一応 OK もらってやってるんですけど、まあ、その OK もらったところまで自分でここから持っていくっていう感じです。はい。泉カリーって言いながらオムライスやったり洋食のプレートやってたりとかで洋食メニューもあるんですけど、7割ぐらいカレーで7割8割ぐらいですかね。はい。
型の細切れ肉を入れるので肉感とジューシーさが増すという。ミンチ肉だけで4キロです。総重量的に6キロぐらいになる感じですね。これがだいたい1日でなくなりますんでですけど。150、200、300と、グラムが、はい。びっくりした。忘れてた。
ンバーグ特大エビフライプレート。と、ハンバーグとトロトロオムカリーで。カリー上がります。はい、お願いします。お待たせしました。ハンバーグとロトロのカリーです。ごゆっくりどうぞ。こちらどうされますか？フードでよろしいですか？こちらライス大盛りも薄焼き卵巻きタイプ選べるんですけど、かしこまりました。以上で。はい。お待たせいたしました。ハンバーグエビフライプレートです。失礼いたします。ゆっくりどうぞ。これ？ありがとうございます。できます。容器代別途100円です。くりどうぞ。はい。あ、いいじゃん。やばそう。
はい。ハンバーグエビフライプレート1つとハンバーグオムライスのせイーツの電源入ってない。入れといてもらっていい？落ち着いてる。ゆっくりどうぞ。ハンバーグでしたらなんか結構やっぱトロトロ卵とのこの組み合わせとか、チーズのトッピングが一番人気ですね。私150で、はい、私も150でお願いします。はい、お代わりありがとうございます。泉カリー桜塚本店有馬がお受けたまりいたします。で、こちら 150g で2つで、トップ大スタイル。はい、座ってきました。はい、お待ちしております。はい。お待たせいたしました。ハンバーグトロトロオムカリー100お待ちしました。はい、すいません。はい、お願いします。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。福神漬けがよく合いますのでお使いになってください。ごゆっくりどうぞ。福神漬けもうま。いやんか新しい時間で笑いながら。ありがとうございます。どうもありがとうございます。お気をつけてお帰りください。
ハンバーグカリー 150g はい3本にね今やったら別にいいっつうからもう十分だよ。半分にしてます。ゆっくりどうぞ。お待たせいたしました。どうもありがとうございます。メニューの裏面。ハンバーグカリー 150g それと牛すじネギ玉カリーお待たせいたしました。牛すじネギ玉カリーになります。こちらで。お待たせしました。ゆっくりどうぞ。ゆっくりどうぞ。全部並で。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。お気をつけて帰ってください。これ煮込み牛すじカリー、ハンバーグカリーに牛すじトッピング。私はハンバーグカリーのダブルチーズ。はい。とろとろ卵、煮込みすじ。ごめんなさい、ライス大盛りですね。話しますね。こぼすな、こぼすな。いや、いい。ゆっくりどうぞ。やめろ、やめろ、やめろ、やめろ。300g のにダブルチーズトッピングです。お待たせしました。どうぞ。めちゃくちゃ美味しいです。牛すじはホロホロで溶けるし、もう卵もトロトロで美味しいし、ハンバーグもトロトロなんですよね。全部トロトロ。家の近くに2号店作ってほしいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ご協力ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。オムカリー1つと、タルタルチキンカツプレート1つ。
カリーです。はい。お待たせいたしました。はい、チェリーどうぞ。お待たせしました。ライスすぐお持ちしますね。はい、チェリーどうぞ。チェリーどうぞ。で、ここからですね、結構皆さん厨房をありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。どうもありがとうございます。煮込み牛すじカレーチーズバーグで。煮込み筋カリーが上がります。お待たせいたしました。はい、ごゆっくりどうぞ。です。ゆっくりどうぞ。ハンバーグプレートの150をお持ち帰りでかしこまりました。結構ランチタイム中のライスの方に無料、男性の方は多いですし、女性の方でもね本当にカレー軽いんで、うちまだカレーソースも軽いですし、でも一番最初に食べてほしいのは煮込み筋カリーのとろとろ卵か生卵トッピングが一番最初に食べてほしいやつではあります、はい、それ食べると大体その泉カリーっていうかうちのカレーの良さが分かって、あ、筋これほんまにみたいな多分感じられると思うんです。生卵が一番通な食べ方ですね。だったらうちのカレーの良さ、カレーの美味しさ、こだわりとかを全部分かってもらえると思います。はい、お願いします。スライスの肉仕入れませんか。うちはイベリコ豚炒めんのにスライスの肉仕入れませんか、うちはイベリコ豚のバラ肉のブロックから炒める肉を作るわけなんですよ。いろいろありますね、これ。
長さを決めてだいたい半々ぐらいのところ、これが炒め用の肉になりますねけどね。65です。65歳。もうここで40年やってます。40年。19の時からもうこの中華一本ですわ。習いに行って。6年半ぐらいかな行ってたの。ここの土地はうちの女房の、親の田んぼ米作ったところで、そこを話して貸してもらって、これもだからミンチかけますねんけど、これぐらいのサイズにしとかんと3ミリに切ろう思ったらね、うにゃうにゃうにゃして切りにくいですやんか、これをねさっきの凍結庫ありますやんか、あこでね表面だけねマイナス5度かもう少しになるまでね若干表面凍らしますね、ほんなら切りやすくなります、凍らします。で肉が凍るのを待ってる間にで短時間でパパッと炒めるから、やっぱりね下ごしらえきちんとやっとかんともう食感なくヨレヨレの部分とあと加藤で食べられへん部分とか出てくるから。芯の部分これ捨てずにね置いとくんです。というのはだし用にまた今日取っていくだし用に。これで一引っかかるように落とします。ほんだらきれいに剥けるからほんでこれの柔らかいとこだけ使うんですわ。大体3分の1ぐらいかな量的に言えば、ほんで下の硬いとこは餃子に回ります、これもだしに回ります。
今日のきゅうりは完了です。もうこれだけやったら十分です。切りやすくなってましたね。だいぶ切りやすくなりました。どうしてもね、肉屋さんにスライスして持ってきてもらうと、赤い部分と白い部分とか極端にね、もう赤身ばっかりやんかとか白身ばっかりやんかとか、1枚に対してやっぱりこう交互に赤白赤白で使いたいんで、こんな邪魔くさいことやってますねけどね。例えば担々麺通りません、はい、一回一回担々スープの味を作ったりとか、肉味噌を炒めたり待たすし、味ばらつくし、これをうちで大量に作って、ほんでグラム数に取り分けてそれを保存してあるんですよ。これ通ったらこれを温めれます。ほんだら僕が調理しててもサブの人が同じものがするという、これがうちの強みですね。上に油が浮いてますけど、これ1回で2箱使います。骨もこれで1個で10キロ。いつも見たでしょ。すくわんように油だけを。ちまちまと時間かけて取ってます。炊き続けながら一日中お客さん来はったらこのままの状態で提供して変わると思うんやけど、うちはやっぱりこのちゃんぽんってね、結構ねあっさりしてる味がちょっと繊細な部分があってね、一番美味しいピーク超えるとだんだん色が黒になって、で渋みが出てきたりとか、やっぱり完全に
返しだれと全部合わせてしまって、ほんでさっきの凍結庫で一旦もう氷の温度まで下げてしまうんですわ。ほんだら一日中味が安定しますね。分違います。を作って一晩かけて炊いてで返しだれ作って取れるのがこれ4分味変えられるし。ここからまだなんぼが浮いてるから油捨てていきますんだけどね。あれをミンチにかけたらこういう状態になりましたけどね。最初にちょっといくらか液体になってくれたらね、あと仕事はしやすい。寸胴から取ったこの油を両方炒め油で使います。餃子の成形機で、まあ、大体2万個弱を、まあ、3時間もあれは巻きるんだけど、手で包んでたら手のぬくもりの温度と時間かかって鮮度が落ちます。だから機械はあかんって一概には言わない、手作りはとも一概には言わない。でそれを凍結庫マイナス29度でもう急速冷凍かける、それで保存してます。もの自分が求めるものをやっぱり提供することができますということで、重要なのはやっぱり温度と湿度なんですよ。状態に持ってきました。で水 5.86 まで持っていくんですけど、だからトレハロース、この穴の大きさは中に入れて、もし8キロ必要やったら入れるんで、きれいにこれも全体に、これを後でちょっとそうまばらに。
多分これ全部大体これぐらいの大きさになってたら OK なんで、はい、食べます。こう手入れた。ニンニクです。ちょっとしばらく回しますね。結構周りに。なるべく軽くなったらその分下落ちる。がっつりしちゃってください。まっすぐ。はい。入れて。セットできるんですよ。ランチでこれですね、辛飯。辛飯と。はい。材料にゆるーく絡んでくるぐらいの程度で、余ったりするようやったら使いすぎですけどね。ありがとうございます。よいしょ。お願いします。はい、すいません。はい、どうぞ。
美味しかったです。あ、本当ですか。ちょくちょく来てます。あ、そうなんですか。はい、ちょっと離れたところに住んでるんですけど、地元がここなんで、帰省するたびにちょこ寄れる時には寄ってるっていう感じ。おすすめのメニューとかってありますか？やっぱり一番だしちゃんぽんですね。もう必ず食べます。飽きないですね。はい。はい。ちゃんぽん作ります。これぐらいの炒め方で炒めてます。噛んでたら麺一丁ねがこれでちゃんぽんの材料全部はい。では一番だしと麻婆丼で上がります。はい、お願いします。はい、丸いってくださいね。はい。やっぱり一番人気ですか？そうですね。もうこれなかったらもう一月持たんですよ。創業されたのってね、昭和何年になる？昭和60年。昭和60年。40年ですわ。40年。僕が25でやって今65やから。なるほど。冷麺とガラク餃子いただきました。ちょっと慣れてる人やったら誰がやっても同じように仕上がりますけど。結構弾力やってる。なかった時は結構夜ビールと餃子でお客さん来たんやけどな。はい、大変お待たせしま
します。ガラクーザに。キムチちゃんぽん。牛カルビ。はい。もつキムチちゃんぽん。はい。と。はい。準備終わります。ここから炒める。伊藤でいい。高温でこれでちょっと一旦粗熱取ります。あとどうやったランチキムチは牛飯です。いらっしゃいませ。分量全部取り分けて用意してます。はい、じゃいや、キムチ牛飯でした。はい。牛カルビですね。はい、どうぞ。ハバネロ一緒に使ってもらっていいですかね、こちらに置いてるの。パクパクいけちゃうぐらいの辛さ。満足です。お腹もいっぱいになる。辛いけど美味しいの、美味しいし、麺も美味しい。
はい、はい、すいません。ありがとうございます。はい、どうぞ。やったー。美味しそう。いただきます。いいですね。はい、はい、どうもお待たせいたしました。以上でご注文の方。餃子お願いします。冷盛りに上がって熱盛り1。冷麺となんか味噌ジャンプ味噌ジャンプ。お味いかがですか？美味しいですよ。美味しいですよ。お願いします。お願いします。美味しいですよ。ちゃんぽん3つ入れます。はい、通貨渡します。一番右やね。まず一番だしとチャーハンのランチ1先優先でいきます。ではこれではい、すいません。以上でご注文お揃いですね。入りますから、これどうぞ。ハバネロお使いになります？あ、大丈夫です。持ってこないんで。はい、以上でご注文。ありがとうございます。はい、ナイス。いらっしゃいませ。単品に入れます。ついでマヨのランチ上がります。はい、すいません、お待たせしました。めっちゃ美味しい。はい。はい、たらこ餃子大変お待たせしました。はい、すいません。あてがないのでごめんなさいね。はい、すいません。
うまっ。すみません、暑いとこで悪いですね。ごめんなさいね。うん。どれ、あれさんできるやつ。ありがとうございます。もう何回ももうずっと昔から人とかこっち通った時とかは言うんです。はい。単品にやってる。20番、1番だし、飯のランチから出ます。何玉分ぐらいあるんですかね。今日はでも大体12玉ぐらいは取り組んですけど、野菜の業者の方と、まあ、年に結構ちょっとこう状態とか打ち合わせしながら、まあ、ちょっとできるだけこういいキャベツをいい状態のキャベツとかもしっかりこう入れてくれたりとかするので。
すぎんでしょ。で小田さんはめっちゃ誰が一番緊張してるそれとも大地君はそうかリオンかリオン解凍してもらうこと解凍してこんな感じやろチョークあんのうんらしいね重っですよね。ちょっと細かくしていくんですか？そうなんですよ。もうめちゃめちゃこう細かくしていく感じで、こんぐらい細かくしていくんですよ。創業で言ったらでも2、30年前とかになると思います。僕らでほんまに4代目みたいな感じなんで、キリリっていう名前自体は3代目なんですけど、もともとの感じで言ったらもっと初期にはもう一番最初に始めた方がいててみたいな、お客様とか結構年配の方とか多いんですけど、もう初期から来てるよとかいう方多いんで。ていこれでいいか。こっちにしていい？いや、ヘラでやんのこれ。
玉ジャンボとイカそばで。はい。あ、ごめん、こっちジャンボでいこう。まあいけるかな。大体。そうだ、測ってない。お願いします。いいよ。はい、これ切り焼き。見に行きます。失礼します。もうないらっしゃいませ。2名様で。お好み焼きで、海鮮ミックス焼き、イカ豚キムチ炒め、コンペ焼き。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
生イカ豚キムチ。はい、ビールが進むね。でもバリうまそうじゃないこれ。うまっ。最高やな。位置できました。はいよー。4回しますとそば。はいよ7そばあげます。はい、イカそば。1番のそばいかないか。1番いくらな。この2週間前ぐらいだと例えば豚そばのキムチトッピングってやつなんですこれから。ちょっとマシな。はい、これお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。出れる状況じゃなかったら。はい。特にソースもないね。はい。
短い肉。すげえな。珍しい。感動した今すごい。お肉めちゃくちゃ大きくないですか？びっくりしたこれ。すごいですよね。全然違う。駅そばでもこれね、また。これホルモンそばで4番ついてる。焼きそばで。ちょっと待ってよ。はい。2個。もともと1個。よっ。もう一応 OK です。これ持ち帰りの焼きそば。何？どこ？
もう上がるわ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ちょっとだけよ。これぐらいになっちゃう。熱いよ。美味しい美味しい。常連さんですか？ここしか来ない。美味しいよここ。常磐に。コーラがある。なしやね。新しく。そうそう。ジャンボ。10年は来てるやろな。この人も15やね。
その焼きうどんをね、じいちゃんばあちゃん連れてきたら焼きうどん食べてやる。これからもあってほしい店やね。どうも。倍かかりやんか。私のサインや。やばい。イカモダンのうどんのせのチーズが入ってます。またこれがとろりそしてまたうまいんやこれがまたおいしい。これはね、まかないの豚キムチイカそばですね。これでもちょうど4人で分けるぐらいの量なんですけど、ジャンボ2つ分ぐらいですね。5.5玉ぐらい。2キロしたよ。1.2キロ分ぐらいかな。こういうことね。はい。